どうもクロスロドラマです。今年の話題のドラマの一つといえばやっぱりネットフリックスの地面師たちなんですが、このドラマ2017年に実際に起こった不動産所有者を装い売買金を騙し取るっていう地面師詐欺をモデルにした小説をさらにドラマ化したもので、海外でもかなり話題になった作品です。実はですね、この作品ウイスキー好きの間でも話題になっていて、豊川悦司さん演じる地面師グループのリーダーハリソン山中がたびたびウイスキーを飲んでるシーンだったり、あとはウイスキーについて語るシーンがねあったりと、地面師グループのアジトでもある通称ハリソンルームには名だたる高級ウイスキーが並んでいました。これにねウイスキーファンの方々は興味津々だったというわけで、ぜひね特集してほしいというたくさんのコメントをいただいたので、頑張って今回まとめました。そしたらね、なんと思いのほかね本数が多くて、ゆっくりやってたら情報収集も含めて2週間くらいかかっちゃいましたというわけでね、今回はそんな地面師たちに登場するボトルをじっくり解説していき、さらには現在の市場価格もね紹介します。そして最後はこのドラマで使われているグラスまでね解説しちゃってます。登場するウイスキーは現在ねなかなか手に入らないオールドボトルばっかりだったので、とりあえずね売ってるところを探すっていうのが大変でした。なので今回紹介する価格っていうのはそこにつけられた値段を紹介します。だからなるべく安いところを探して値段をチェックしたんですけど、かなりねとんでもない金額ついてる場合もありますので、その辺はねご了承ください。ウイスキー初心者チャンネルとしてはねちょっとマニアックな話になるんですが、いい機会なんでね、メインチャンネルではなかなか話さない話もここぞとばかりにたっぷり盛り込みました。ぜひね何回かに分けてでも最後までご覧になっていただければと思います。それではねちょっと説明を挟んでからボトル紹介やっていきます。はい、まずですね最初に情報収集から始めたんですけど、劇中に出てきたボトルを確認してみるとなかなかね分かりづらいものと、あとラベルをちゃんと見ないと絶対に判別できないものがかなり多かったです。劇中のボトルは全部本物らしいですよって視聴者の方から前もってね聞いていたんで、まずそれを確かめたいと思っていろいろ調べたら YouTube のチャンネルに作者の新庄光さんが、出演されてて、ボトルについてね地面師たちのスタッフから全部あれは本物で合計4000万くらいするんですよっていうのを聞いて驚いたっていうエピソードがあったんですね。なのでまずはそこで本物ってことが分かりました。かなり高価なものが多いので何かあったらいけないということで、撮影が終わるたびにケースにね戻してたということです。そしてさらにいろいろ調べてみたら、シネマトゥデイっていうね映画情報サイトに劇中に登場しない設定写真が数枚載ってたんですね。でこれでねかなりいろいろ分かったんですけど、やっぱりねラベルを見ないと細かい文字が分からないってことで、細かい判別はねちょっと諦めかけてたんですけど、そこでねさらに分かったことがあって、昔からウイスキー好きでも有名な福山雅治さんの2024年9月14日のラジオで地面師たちのねウイスキーについて触れてる回があったんですね。でその回を探して聞いてみたら、地面師たちに出てくるウイスキーは僕のウイスキーの師匠の栗林さんが用意したとおっしゃっていました。栗林さんといえばねもうウイスキーファンにはおなじみの方で、テレビ番組のクレイジージャーニーでねスコットランドの蒸留所を回る、回に出ていったあの方です。目白田中屋さんというお店の栗林さんですね。福山さんは栗林さんから地面師たちで使うボトルの写真が送られてきて、福山さんならこれよりもっとありますよねって冗談っぽくねメールが来たということをねラジオの中で言ってました。ラジオの中ではね確かに僕の方があるかもしれませんねって、ハリソン福山ですというふうにおっしゃってたんですけど、ちゃんと補足で世界的に高騰する前にたくさん買ったんですっていうふうにね言ってました。でこれはね栗林さんにちょっと聞くしかないなと思って、分からなかったボトルの詳細を聞いたら、東京でね水ならカスクストレングスボッカトニックと、3店舗のバーを経営されている篠崎清さんと2人で、貸し出したボトルということが分かって、今度はね篠崎さんに伺ったところ、快くね撮影に使ったボトルの写真を送っていただいたので、これでね全てちゃんと細かく確認することができたんですね。これね本当にありがたかったですし、かなりすっきりしました。地面師たちのエンドクレジットにもウイスキー監修という部分にお二人のね名前がちゃんと書かれているんですね。なので今回劇中でよく分からなかったボトルもすっきりすると思います。基本的にねボトルの写真だけいただいたので、あとは僕がちゃんとまとめました。さすがにねここまで詳しく紹介しているところっていうのは他にねないと思います。
あと情報量がね今回ちょっと多すぎるので認識違いで若干間違ってる部分あるかもしれないんですけど、それを見つけた方は訂正情報がどこの情報なのかっていうのを記載の上、コメント欄で教えていただけるとありがたいです。訂正した情報は概要欄に記載しておきます。それではね早速行ってみましょう。はい、それではね早速行ってみたいと思うんですけど、まず1本目はですねホワイト&ホワイトのカリラ、1974-19年です。劇中ではですねエピソード5でハリソンのバックにちょっとだけ映っています。判別しようがないですが、設定写真にはねもうちょっと写ってました。どちらにせよ判別しようがないのでこれ持ち主にね聞きました。こちらボトリング本数自体少ないアメリカシカゴのボトラーホワイト&ホワイトのボトルで、中身は1974年蒸留のカリラで19年表記です。同じスペックで 43% のものもあったんですけど、こちらはですね度数 61.1% のカスクストレングスになってます。現在ネットを探してもね画像1枚出てこないボトルなので、かなり貴重なね1本だと思います。ちなみにねホワイト&ホワイトっていうのは1998年10月に営業を停止しました。現在はやってないです。続いてシグナトリーヴィンテージマッカラン1975-20年、劇中ではですねエピソード5で、ハリソンのバッグにほんのちょっとだけ映ってます。しかも横向きで、これシネマトゥデイの設定資料写真でシグナトリーということは分かったんですけど、それ以上ね判別しようがないのでこちらも持ち主に聞きました。現在はですねインディペンデントボトラーとして第2位の地位でもあるスコットランドのボトラーシグナトリーヴィンテージがボトリングした、マッカランですね。1975年5月蒸留、1995年8月ボトリングということで20年熟成です。シグナトリーからはですね近いスペックの75年蒸留のマッカランが数種類出てるんですけど、こちらはですねアルコール度数 53% のものですね。70年代蒸留なので昔からマッカランを飲んでる方には馴染みのある年代だと思います。大麦の品種はゴールデンプロミスの時代ですね。現在売ってる店はね見つからなかったんですけど、参考までに94年ボトリングの19年で48万7294円で売られていました。かなりね近いスペックのものです。続いて、ゴードン&マクファイルタリスカー1954、こちらも劇中ではエピソード5のハリソンのバッグにちょっとだけ映ってます。分かりやすいボトルなので、GM ゴードン&マクファイルのタリスカーということは分かったんですけど、それ以上はね全然分かりませんでした。設定写真でもはっきりとね、このゴードン&マクファイルのねタリスカーだってことは分かったんですけど、これラベル見ないとね判別できないんですよ。なのでこちらも持ち主に聞きました。このボトルはインディペンデントボトラーとしては最も有名なねゴードン&マクファイルがボトリングしたタリスカーで1954年蒸留のものです。ノンエイジなのでね熟成年数はわからないんですけど、多分ね 2,30 年熟成だと思います。タリスカーファンの中でもトップクラスにね人気のあるブラックラベルのゴールデンイーグルシリーズで、当時50年代蒸留のものが多数発売されています。その中でも54年はですねかなり珍しいんじゃないかなと思いました。やっぱりこのシリーズの、タリスカーは主にしっかりとしたね、麦芽の風味とオールドシェリー、昔のシェリーダルですね。そしてそれに調和したスモーキーさがね特徴だと思います。ちなみに加水タイプで 40% にね調整されています。今はねカスクストレングス結構ボトラーズのもの多いですけどね、昔はね、加水タイプかなり多いんですね。タリスカー蒸留所は1960年に大火災に見舞われて2年間も生産をストップしていたので、それ以前に蒸留された貴重なボトルでもあります。現在ね市場では見つけられなかったんですが、55年蒸留のものを参考にしてみると、日本円で52万5737円で売られていました。高いです。続いてゴードン&マクファイルザ・グレンリベット1949です。エピソード3にですねハリソンのバッグにちょっと映ってるのと、あとはエピソード5にはもうちょっとはっきりね映っているボトルでもあります。こちらもゴードン&マクファイルのボトルなんですけど、この GM をね代表するボトルといってもいいほど有名なライオンマーク、こちらがシンボルになっているグレンリベットでもあります。しかも創業者のジョージ・スミスの名前まで入っていて、
これはですね各蒸留所と深い関係を築いてきたゴードン&マクファイルだからこそできることなんですね。ファンの間ではスミス・グレンリベットとね呼ばれています。このボトルに関しては1949年ですから、もちろん、フロアモルティングの時代で、蒸留方法もガス直火蒸留の時代ですね。で大麦の品種なんですけど、グレンリベットはねちょっと分かんないんですけど、多分、ゼファーより前の時代なのでアーチャー酒っていうのを使ってたと思います。一般的に使われてた時代ってことですね。グレンリベットに関してはちょっと分かりませんでした。アルコール度数は 40%。 現在市場価格はね探したんですけどなかなか見つからなくて、これのね白キャップのものがありました。1949年蒸留の白キャップだと2001年ボトリングしたものなのかなってちょっと思ったんですけどね、この辺ちょっと分かんなかったですね。この時代はね金色のキャップだったんじゃないかなと思ったんですけど、白もあったのかもしれません。ただね80年代ボトリングと、説明に書いてあるのでこちらを参考にすると、3600ポンド、今の日本円だと約70万円ですね。すごいです。続いてゴードン&マクファイルロングモーン196641年です、はい、こちらはですね多分劇中に映ってるシーンがありませんでした。ただですね設定写真にはありましたので持ち主に聞きました。これパッと見でわかるのがゴードン&マクファイル社の人気のシリーズでもあるケルティックシリーズなんですが、銘柄の方はロングモーンとのことです。熟成年数は41年、すごいですね。日本市場向けのボトルだと思います。特徴的なラベルはですねアイルランドの国宝でもある、聖書の写本ケルズ書の挿絵を引用してます。ファーストフィルのシェリーバットで熟成されていて2008年6月27日に、43.8% でボトリング。ゴードン&マクファイルからはですねロングモーンかなりボトリングされているので、このボトルはわからないんですけど60年代のロングモーンはトロピカルなフレーバーでかなり人気があります。市場価格はですね日本向けなだけにネット市場にね、現在見当たらなかったので参考までにね近いスペックのものを探してみると、3000ポンド日本円で約58万4000円でした。続いてゴードン&マクファイルマッカラン193734年です、はいこちらですねエピソード5のハリソンが映っているシーンのバッグの棚の下段の後ろの方に若干映ってます。設定写真を見てみるとマッカランだということは分かったんですけど、細かい情報が分からなかったので持ち主からいただいた写真を参考にしました。これはゴードン&マクファイルがボトリングした1937年蒸留のマッカランで、この蒸留年は、GM 社からね20本くらい出てます。こちらはね70年代にイタリア向けにボトリングされた34年ということで、当時マッカランはブレンデッドウイスキー用の原酒しか基本的には作ってなかった時代です。1937年38年とねマッカランは生産量がかなり多かったということで昔はたくさんボトルが発売していたそうです。1937年といえばスペインのゲルニカ爆撃があった年で、この年の蒸留ボトルはオフィシャルからも70年代前半にいくつかリリースされています。大麦の品種はですねまだゼファー種にもなっていない時代で、アーチャー種が多分使われていたと思います。さらにこの頃はピートを焚いてねモルティングをしていたのでスモーキーさがしっかりあるのも特徴です。こちらもね現在ネット市場では見当たらなかったんですけど、同じ蒸留年で1年熟成期間が短いものが、58,240香港ドルで売ってました。日本円にすると約111万円になります。続いてザ・マッカラン1959、はい、こちらですねエピソード5でドアップのシーンがあるので、結構分かりやすかったです。左側のボトルの方ですね。これはキャンベルホープ&キング社という会社がボトリングしたマッカランの、1959なんですが、この会社は1710年創業の会社で、当時自社でシングルモルトを発売してなかったマッカランのライセンスをもらってボトリングしていたことでも有名な会社です。これはねゴードン&マクファイルも同じですね。なのでほぼほぼオフィシャルボトルということです。見た目もね全然オフィシャルの感じですよね。これねそっくりなボトルがゴードン&マクファイル社からも、出ていたので同時期にね2社から発売していたんだと思います。マッカランは1954年から蒸留機が2機から6機に変わり、大麦は50年代後半にアーチャー種からゼファー種に切り替わったということで、そこ以前でね味わいもかなり変わったと言われることが多いです。
熟成年数に関してはノンエイジなんですけど、このキャンベル・ホープ&キング社が最後にマッカランをボトリングしたのは1979年頃とのことなので、こちらは多分70年代ボトリングだと思います。似たスペックで15年オーバーと書かれていたりするものもあるので、それくらいのね熟成年数じゃないかなと思いますね。市場価格はほぼほぼ同じもので、7万8000香港ドル、日本円だと約150万円です。続いてマッカラン18年1972、こちらですね、エピソード4でハリソンと後藤、そして辻元の3人で飲んでいるシーンがあります。一番分かりやすいのはこのシーンですね。これ毎年発売しているマッカランのシングルヴィンテージの18年で1972年蒸留のものです。マッカランはですね、60年代の終わり頃から大麦の品種をゼファーからゴールデンプロミスというね品種の大麦を使い始めているので、こちらは多分ねゴールデンプロミスを使ったものだと思いますね。この18年のシングルヴィンテージシリーズっていうのは、2020年にイギリスで毎年子供のためにその年のマッカランを購入して、28年間貯め続けて子供に渡したら大変な財産になってたっていうニュースあったんですが、それがねこのシリーズです。このマッカラン18年っていうのは、マッカランがシングルモルトをね、ちゃんと発売しだした頃から、現在まで定番品として発売しているマッカランを代表する銘柄でもあるんですけど、実はですね現在でもちゃんとヴィンテージが小さく書かれています。ちょっとこれを大きくしてほしいなとは個人的には思うんですけどね、定番品なので流通量が多かったからか今でもねネット市場で結構見かけます。さすがにね世界一価値のあるスコッチウイスキーなだけあって個人売買を抜かせば、7、80万で売ってるのが大半でした。ちなみにこちら日本で当時発売した時の価格、参考価格は1万8000円です。この頃ねこれでもかなり高額だったと思いますので、実売価格は、もっと安かったと思います。続いてザ・マッカラン1962、こちらエピソード5でドアップのシーンがあるんですが、これ右側のボトルの方です。こちらも先ほど紹介したキャンベル・ホープ&キング社がボトリングしたイタリア市場向けのマッカラン1962です。これもねゴード&マクファイルの、ボトリングのもの同じものね存在しますね。おそらくねこちらも15年程度の熟成だと思いますので、70年代ボトリングではないかと思います。1962年はスコットランドで燃料危機があって生産量も少ないということなんですが、意外とね、ボトラーからもシングルモルトのリリースそれなりにあると思いますね。ポットスチルに関しては1965年といえば6期の頃です。たまにね5期って書いてある場合もあるんですけど、サントリーの元チーフブレンダーでもある稲富さんが6期というふうに書いてあったので、こちら6期とします。ちなみにね1965年から6期から12期にね増設されてますね。続いてローズバンク20年、こちらねエピソード5にドアップで映るシーンがあります。1980年頃に発売していたイタリアの輸入業者ゼニス向けに製造されたローズバンクの20年ということで、まだねシングルモルトという言葉が一般的じゃない時代なので、ラベルにはアンブレンデッドというふうに書かれていることでも有名です。熟成年数から逆算すると60年代の貴重な原酒が使われていることになります。ローズバンクのオフィシャルボトルの中ではかなり人気のあるボトルとしても有名です。アルコール度数は 57%、 売っているお店を探してみると日本円で約34万4000円っていうのが最安値でした。続いてローズバンク15年1975年ボトリング、こちらもですねエピソード5にドアップで映るシーンがあるんですけど、こちらもイタリアの輸入業者ゼニス向けのボトルです。流通しているものはですね2種類あって、ボトリングされた年代で若干アルコール度数も違います。アルコール度数が 61% なので1975年ボトリングということが分かりました。1980年頃のボトリングのものはアルコール度数 50% なんでね見分けがつきやすいと思います。売っているお店を探してみると、1589ユーロ、日本円だと約26万円です。ちょうど今ね日本でも売っている酒屋さんあったんですけど、だいたい50万円以上しましたね。これはさすがに海外の方がね圧倒的に安かったです。続いてポートエレンのファーストリリース、こちらね劇中ではエピソード5にボトルの説明までありました。
これねかなり注目された方多いと思います。ポートエレン蒸留所っていうのはアイラ島の蒸留所で今年再稼働したことでも注目を集めてるんですけど、1983年に閉鎖したままこの40年間ずっとウイスキーを作っていませんでした。83年以前のポートエレンっていうのはブレンデッドウイスキーのために原酒を作る蒸留所で、オフィシャル発売のシングルモルトは、若干の例外を除いて発売は基本的にしてなかったんですね。なのでシングルモルトを飲むならボトラーズからリリースしたものしかありませんでした。それが蒸留所を閉鎖してから18年後の2001年に蒸留所を所有していたディアジオからなんと初のねオフィシャルボトルが発売しました。それがこのポートエレンのファーストリリースということで、内容は1979年蒸留の22年熟成、アルコール度数は 56.2%。 調べてみると現在数件販売しているお店があったんですけど、どこも日本円で約100万円くらいです。なのでこれくらいの金額が今の相場なのかもしれません。続いてポートエレン1977、こちらでエピソード5にドアップのシーンで映るんですけど、最初ね詳細が分かりませんでした。ただラベルを見てみるとネットショップのね酒トライとか、あと実店舗のテイスティングルーム、そして北海道に今十勝蒸留所建設中のスコッチモルト販売さんがリリースした、1977年蒸留のポートエレンだということが分かりました。95年にねボトリングされたカスクストレングスです。アルコール度数は 61% で約18年熟成ということで、こちらのボトルを紹介しているねネットのページとかが一切ないので情報はありませんね。見た感じだと多分バーボンダルだとは思います。現在の市場価格もねちょっとわからないので、似たスペックのものを見てみるとだいたいね1750ポンド、日本円で約34万円っていう感じです。さっきの100万円からするとだいぶ安く感じちゃいますね。続いてポートエレン197822年、こちらもですねエピソード5にドアップのシーンが映ります。7話の重要なシーンでも登場します。さっきポートエレンのファーストリリースの時に言った若干の例外のボトルの1本がこれです。ポートエレンでは定番のオフィシャルボトルなんですけど、こちらはねファーストリリース以前の2000年か、あとはファーストリリースと同じくらいの年に発売されたものですね。もう1本ね20年っていうのも発売していて、そちらもね98年か99年にリリースしていると思います。アルコール度数は 60.5%。 このレアモルトシリーズっていうのはディアジオの前身でもあるユナイテッドディスティラリーズ社時代から発売しているシリーズで、今もリリースのある通称花と動物シリーズのちょっと上位版のようなね位置づけのシリーズでした。基本的にオフィシャルでボトルリリースのない蒸留所のモルトをシングルモルトのシリーズとして発売していて、花と動物シリーズも含めて各蒸留所のベンチマーク的存在のシリーズでもありました。このレアモルトシリーズっていうのはね残念ながら現在ではもう発売がないので、今でも人気の高いシリーズになってます。ボトラーズから出てるシングルカスクみたいなものと違ってリリースが多かったからか、売っている店っていうのはね今でも結構あります。安い店でも1750ユーロ、日本円で、約29万円っていう感じです。続いてボーモア1964ブラックボーモア42年です。こちらねエピソード5にドアップのシーンがあるんですけど、さらっと置いてあってねびっくりした方も多いと思います。ボーモアで最も市場価格が高い伝説のボーモアと呼ばれているブラックボーモアなんですけど、ボーモア蒸留所のオーナーがスタンレー・P・モリソン社に変わった翌年の東京オリンピックの年に蒸留された原酒を使っていて、1993年に発売したブラックボーモア29年がファーストリリースです。こちらは42年なので2007年に発売したフォースエディションになっています。まだね記憶に新しい方も結構いると思うんですけど、発売本数は827本、日本でも50万円台後半でネットで販売されていたのを覚えてます。正直当時は誰が買うんだろうって思ってました。この時海外ではすでにね長期熟成のシングルモルトがちょっと投機対象に、なっていたので、このぐらいの金額がついたと思うんですけど、日本はですね一部のマニア以外はまだまだそんな感じじゃなかったと思います。ちなみに中身は時代的にシーズニングではないオロロソシェリーダル熟成、そして1964年はボーモア蒸留所が石炭直火蒸留から蒸気加熱蒸留に変更した年でもあって、しばらくちょっとね蒸留所お休みしてたんですね。
この原酒はその蒸留を再開した11月5日の原酒を使っています。なので蒸気加熱のね蒸留になってます。アルコール度数は 40.5%、スコッチとしてね販売できるギリギリです。市場価格はねいろいろ比較して安い店を探してみると、現在 26,859 ユーロ、日本円でいうと、約440万円で販売されています。これ93年のファーストリリースの時には社員は80ポンドで買えたらしいんですけど、それでもねちょっと買い渋ってた方がいらっしゃったみたいです。それぐらい全く注目されてなかったんですね。そして購入された方はあまりにも美味しくてすぐに飲んじゃったという、そんなエピソードもあります。ブラックボムについては以前特集動画作ってありますので、興味がある方はそちらをご覧になってみてください。続いてボウモアバイセンテナリー、エピソード5にドアップのシーンで、はっきり分かります。遠くからでもねかなり分かりやすいボトルの形状をしているので、ボウモアだと判別できました。こちらボウモア蒸留所200周年記念ボトルで1979年に発売、各国で2万4000本ものリリースがあったそうです。かなり多いですね。シェリーダル原酒とバーボンダル原酒が使われていて、アルコール度数は 43%。ボトルにはオーナーのモリソン家の紋章が入っていて、18世紀の手拭きガラスボトルをイメージしたレプリカだそうです。これいくつかタイプ違いがあって、同じタイプの200周年ボトルの型ラベルには1964と書かれているものもあります。これブラックボウモアと同じ蒸留年ですね。なのでだいたい15年熟成と言われることが多いんですけど、こちらね型ラベルには蒸留年の書いてないタイプです。同梱されているリーフレットにはですね、1950年から1966年までの10種類の年代から選んだ非常に貴重なウイスキーをバッティングというふうに書かれています。多分ねこちらはそのタイプなんじゃないかなと思いますね。当時ですね日本でもちゃんと発売されていて、後に現在の三菱食品に吸収合併された両和種類販売株式会社さんが輸入していました。その時の参考価格は7万円ということで、この時代ではねかなり高額です。実売価格はもっと安かったと思うんですけど、それでもね高額なので長年市場に残ってたそうです。ちなみにこの時代の定番品のボウモア12年の参考価格っていうのは1万2000円でした。もちろん実売価格はもっと安かったですよ。現在この200周年ボトルの市場価格はですね、今ちょうど楽天で売ってるのを見かけたんですが36万円でした。こういうボトルはね中身が見えないので高額になればなるほどネット購入はちょっと気が引けるって方多いです。こちらね重さをちゃんと表記してくれてるんですけど、元の重さが知りたいですよね。どれぐらいの重さだったんでしょう。それが分かるとねどれぐらい液体が減ってるのかが分かります。続いてボウモア1965、こちらはですねエピソード1でハリソンが一人で飲んでるシーンではっきり映ります。80年代後半にリリースしたオフィシャルのシングルヴィンテージで、蒸留年はブラックボウモアの次の年1965年シェリーダル熟成です。このシングルヴィンテージのオフィシャルボトルでアルコール度数 50% のタイプは1965年と67年蒸留のものしかありません。この頃のボウモアはブラックボウモアの64年蒸留も含めてウイスキーマニアに相当人気のある年代です。一般的にはボウモアの黄金期なんてね言われたりもします。ボウモア蒸留所のシングルモルトが世界的に人気になるきっかけにもなった重要な年代でもあるということです。こちらね売ってる店があるにはあったんですが1万2000ポンド、日本円だとだいたい約240万円くらいですね。ボウモアのオールドボトルの中ではトップクラスに値段がつく年代でもあるので仕方ないと思います。ちなみにこちら日本で発売した時の参考価格は3万5000円です。さっきのねバイセンテナリーもそうですけどかなりね高価なボトルです。実売価格はもうちょっと安かったとしても1989年以前は酒税法の関係でまだまだね洋酒が高かったんですね。多分これが90年代に発売してたらこれの半額ぐらいになってたかもしれません。続いてアードベック10年、こちらねエピソード5にドアップのシーンでちょっとだけね見切れています。最初ね当時発売していたオフィシャルのアードベック30年かなと思ったんですけど、確認したところアードベック10年とのことでした。こちら今の形状のアードベック10が発売する前の、スタンダード10年で、以前のオーナー時代80年代後半から、90年代前半くらいまで発売されていたものだと思います。それ以前はですねほとんど同じラベルで透明ボトルでした。日本でも売られていたので日本流通品っていうのもね存在していると思います。
そもそもね、アードベックの10年表記のオフィシャルボトルっていうのはかなり歴史が長くて、アードベックファンのバイブルにもなってる、データブック的存在のアードベックヘブンリーピーテッドという本、そこにですね、最も古いアードベック10年は1970年にボトリングされたものというふうに書かれてます。そもそも80年代っていうのはアードベック蒸留所ほとんど閉鎖してるので、このボトルはすぐ近くにあるラフロイグのギフトショップで売られてたなんて話も聞いたことがあります。現在売っている店を検索してみると2250ポンド、今の日本円だと約44万円になります。続いてケイデンヘッドグレンユーリーロイヤル13年。こちらね、エピソード5にドアップのシーンでちょっとだけ見切れてます。ただ名前も熟成年数もアルコール度数もね読み取れたので、細かく判別できました。全くね聞き覚えのない方も多いと思うんですけど、こちらねグレンユーリーロイヤル蒸留所のシングルモルトでれっきとしたスコッチウイスキーです。ただし1985年に閉鎖したロストディスティラリーでもあります。こちらもですね、閉鎖当時オフィシャルボトルをほぼ発売してなかったんですけど、90年代に入ってからオーナーだったディアジオの前身でもあるユナイテッドディスティラリーズ社、こちらから、先ほども紹介したレアモルトシリーズで発売してました。その後2000年代にはプレミアムなねオフィシャルボトルっていうのはいくつか出てたんですが、2018年に50年ものが出たのが多分最後だと思います。最近は本当にねボトラーからのリリースもないです。でこのボトルは有名なボトラーでもあるケイデンヘッドからのリリースで1966年5月蒸留、そして1979年6月ボトリングということで13年熟成です。若干アルコール度数の違いでボトリングの月がね違うものが存在してるんですけど、こちらは 45.7% なので6月ボトリングで間違いないと思います。1936年の、在位がかなり短かった、イギリス国王でもあるウィリアム4世の時代に王室に献上されたことがあったので、それがきっかけで王室御用達のロイヤルをつけることが許されたそうです。ちなみにロイヤルがついた蒸留所はロイヤルブラックラに次ぐ2番目ということで、この後ビクトリア女王の時代にロイヤルロッホナガーが3番目の王室御用達を与えられました。ちなみにポートエレンとかねローズバンクみたく決して人気のある閉鎖蒸留所というわけじゃないので、そこまでね市場価格は高くないんですが、それでもね閉鎖して39年、経ってますから、貴重な原酒でもあります。市場価格は現在売ってる場所が見当たらなかったので、世界的オークションサザビーズの落札価格を見てみると、だいたい800ドルから1200ドルくらいで落札されています。これいつ落札されたかにもねちょっとよるんですけど、日本円だと12万円から18万円くらいということですね。現在はもうちょっとね上がってるとは思います。続いてスプリングバンク196926年、こちらはエピソード1で、ハリソンが飲んでるシーンありますね。ドアップで映ります。なのでちゃんとねラベルが読み取れました。こちらもスコッチモルト販売からリリースされた日本向けのスプリングバンク26年ということで、蒸留年は1969年です。60年代蒸留のスプリングバンクといえばスクリーンバンクの歴史上伝説的なボトルを生み出した年代でもあるので、スプリングバンクの中ではかなりね人気があります。この時期スコッチモルト販売さんは、こういう 500ml のサンプル瓶みたいな感じで、いろいろ販売してたらしいんですけど、ちょうどね似たタイプのスプリングバンクもありました。今回のこのボトルに関しての情報はね一切、情報がなくて詳細もわからなかったんですけど、この画像はですね、さっきの似たタイプのもう一種類の方に、僕がラベルを貼り付けました。僕が作った参考画像です。26年表記なんで1995、6年頃にリリースしたんだと思います。60年代のスプリングバンクといえば特に人気なのがシェリーダルなんですけど、ラベルにはねバレルという風に書いてあるので、もしかしたらバーボンダルかなと思いました。市場価格はですね似たスペックのボトルを探してみると、だいたい5000ポンド、日本円で約98万円です。ただねこちらはしっかりシェリーダルなので、もしこれがバーボンダルだったらもうちょっと安いかもしれません。続いてグレンモレンジ1971、グレンモレンジのシングルヴィンテージシリーズで、こちらもねボトル自体は劇中に出てきてないんですけど、木の箱だけずっと映っていました。エピソード7でハリソンがウイスキーをグラスに注いでるシーンでね1971と見えたのでヴィンテージが分かって判別できました。後からねシネマトゥデイにアップされていた資料写真にもちゃんとね木箱の写真があったんですけど、これ箱だけかなと思ったらちゃんと中身入っていたそうです。ちょうどうちの店のねバックバーにもね、これありました。
1977ですね。これはね、中身はねこんな感じになってます。これね1971もほとんど一緒です。グレンモレンジといえばオフィシャルのシングルモルトのね、リリースは早くて限定版も過去にねたくさん発売してるんですけど、1971年はグレンモレンジファンはもちろんウイスキーファンからも特に人気のあるヴィンテージで、ボトリングは1993年の22年熟成。この年蒸留所が150周年というのもあって、もしかしたら特別な原酒が使われているかもしれません。基本的にシングルヴィンテージは特別なものが結構多いんですけど、80年代後半に出た1963っていうのもね、グレンモレンジの中では伝説的なボトルになっています。グレンモレンジでは初めてシェリーカスクフィニッシュをしたボトルでもあります。ちなみにこの71年、この頃グレンモレンジ蒸留所はまだまだフロアモルティングをしていて、ポットスチルも2機しかなかった時代です。アルコール度数は 43%。市場価格なんですけど、探してみると1350ポンドで売ってました。日本円にすると約26万円。だんだん金額がね麻痺してきました。続いてラガブーリン12年、こちらねラガブーリンが80年代前半に出していたオフィシャルの12年で、劇中ではエピソード3のハリソンが一人で飲んでるシーンにねちらっとだけ映っています。ボケて見切れていたんで何飲んでるんだろうってね、これ思った方多いと思います。こちらの緑瓶のラガブーリンの前はね透明瓶で白いスクリューキャップでした。70年代の終わり頃からこのグリーン瓶に変わったということで、ラガブーリンは70年代前半でフロアモルティングをやめているので、このボトリングはまだフロアモルティングの時代だと思います。ちなみにこの後80年代後半に皆さんがよく知っている茶色いボトルの16年が今のおなじみのデザインでこちらに変わって発売します。市場価格を見てみると現在2250ポンドで売られている店ありますね。日本円だと約43万7000円です。続いてグレンリベット12年、エピソード1の地面師メンバーが会食をしている時に、ハリソンだけがグレンケアンのグラスで飲んでいるウイスキーです。こちらね 500ml のスキットル型のボトルで、70年代から80年代に流通していたオフィシャルボトルの12年です。これは小容量版なんでちゃんと 750ml のボトルが発売していました。こちらもまだシングルモルトという言葉が一般的ではない時代なので、ラベルにはアンブレンデッドオールモルトというふうにね、ローズバンクと似たような文言が書かれています。そしてスコットランドの国歌でもある赤いアザミのマークが入っているのも特徴の一つで、ファンの間では赤アザミボトルとしても人気があります。流通量が多かったので日本のオークションサイトとかでも頻繁に出品されているんですけど、最近の落札価格とかを見てみると状態のいいもの、液面低下が全然してないようなものでも2万円前後で売買されています。今回紹介したボトルの中では一番試しやすいボトルですね。ちなみに当時日本で発売してた時の参考価格は1万2000円ほどです。こちらももちろんね実売価格はもっと安かったと思います。続いてザ・グレンリベット20年、こちらはですねエピソード1の冒頭でいきなりドアップで登場するウイスキーで、このドラマを見始めたウイスキー好きはすぐにねおって思ったシーンなんじゃないかなと思います。こちらもアンブレンデッド表記で、さっきのグレンリベット12年に似てるのでね同じぐらいの年数なのかなと思った方多いと思いますが、実はねかなり古いんですよ。1960年代後半にイタリアの輸入業者バレット向けに2400本だけ限定品として発売されたものです。なので蒸留されたのはね戦後すぐだと思います。ラベルも綺麗ですし、そこまで古いものっていう感じしないですよね。もちろんこの時代はガス直火蒸留でフロアモルティングの時代。大麦の品種に関してはさっきも言いましたが、多分ねゼファーより前のアーチャー種が使われてたんじゃないかなと思います。アルコール度数は 45.7%、 市場価格は安い店でも、1200ポンド、日本円だと約23万3000円ぐらいになります。以上で地面師たちに登場した全24本のボトルを紹介しました。次はねグラス。続いてねちょっとおまけです。このドラマの中ではねいろんなグラスが登場します。一般的にねロックグラスと呼ばれるような、グラスでウイスキーを飲んでいるんですが、これね全部バカラです。
ウイスキー好きの方だとウイスキーをストレートで飲む場合は、今ね主流のテイスティンググラスでね飲まれてる方多いと思うんですけど、世界的に定番のテイスティンググラスでもあるグレンケアンのブレンダーズモルトグラスね、これもね2002年に発売のものなので、昔からのウイスキー好きの方っていうのはね結構ロックグラスに氷を入れずにストレートで飲まれるスタイルっていう方多いです。海外の映画とかでもね結構そういうシーンあるんじゃないかなと思うんですけど、普通に今でも海外でウイスキーを飲んでるシーンとかが映ると、ロックグラスで飲まれてる方多いですね。ハリソンの年齢設定とウイスキーコレクションの感じで昔からのウイスキー好きという、設定なんじゃないかなと思うので、ロックグラスにしたのかもしれません。バカラっていうのは200年以上の歴史を持つフランスのクリスタルメーカーで、各国の王室だったり皇室も御用達のラグジュアリーブランドでもあります。古いバカラはオールドバカラと呼ばれてね、アンティークとしても世界的にかなり人気があるんですが、今回登場するのはね全て現行品だと思います。昔からあるグラスもあるのではっきりとは言えないんですけど、同じ形状のものは全て現行でも揃いますので、皆さんもねバカラのサイトで普通に購入することができます。まず1つ目、バカラアルクールタンブラー。エピソード1でハリソンがスプリングバック26年を飲んでた時に使っているグラスですね。こちら1841年の発表以来時代を超えて世界中の人々に愛用されているバカラの代表的なグラスです。重厚なフォルムと斜面のフラットカットが特徴になっています。続いてバカラアルマニアック、これはエピソード5でハリソンがポートエレンを飲んでいたグラスですね。ブランデーの産地として有名なフランス南西部の地方の名前で、斜めに施されたカットが葉っぱのように重なった華やかなデザインが特徴と、ウイスキーが入ると光の屈折や反射でその色が一層美しく輝くということです。続いてバカラハーモニー、エピソード5で辻本匠とハリソンが一緒にポートエレンを飲んでいたグラスで、1975年に発表されたすっきりとした、円柱型のフォルムのタンブラー、その名の通り調和の取れたデザインが特徴です。続いてバカラマッセラ、これエピソード4で後藤がマッカラン1972を飲んでいるグラスです。辻本匠はハーモニー、ハリソン山中はアルマニアックタンブラーを使っています。このマッセナっていうのはバカラの世界的なベストセラーで、丸みを帯びたフォルムに流れるようなカットが施されています。1980年に作られたこのマッセナはナポレオン一世に勝利の女神の申し子と称されたフランスの陸軍元帥の名前が付けられています。続いてバカラパルメ、1話でボーモア1965を飲んでいたグラスがこれです。最も印象に残っているっていう方ね多いと思うんですが、繊細なエッチングの美しい花の模様が特徴です。そこの部分にはディアドロップ型のカットが入っていて光をより強く拡散させます。劇中でも数回登場しているのでちょっと気になってネットで探した方も多いと思います。続いてバカラアルルカン、こちらは多分ね劇中で1回も使われてないと思います。ただ7話でハリソンのバカラコレクションがね確認できるので、ここで分かりました。ヨーロッパの道化芝居コメディア・デラルテに登場するキャラクターの名前で、グラス全体に施されたカットの反射が鏡のように独自の輝きで、道化師のキラキラ光る衣装のようなことからこの名前がついたそうです。そこの部分にはベベルカットと呼ばれる角張ったカットが施された3つの段で構成されていて、さらに底面には小さなダイヤモンドカットが装飾されているということです。続いてグレンケアンブレンダーズモルトグラス、こちらねエピソード1で地面師メンバーが会食しているシーンで、ハリソンがグレンリベット12年を飲んでいたグラスです。これバカラではありません。スコットランドグラスゴーにあるグレンケアンクリスタル社の定番商品で最も有名なウイスキーのテイスティンググラスでもあります。2002年の発売以来500万個以上売り上げているということで、スコットランドの蒸留所ではギフトショップで必ずと言っていいほど、このブレンダーズモルトグラスに蒸留所のロゴが入ったものが売られています。なので行った蒸留所の記念として集めている方も多いんじゃないかなと思うんですが、価格もですねかなり手頃で耐久性もあるので品評会だったり、セミナーとかねたくさんグラスが必要な場面にもよく使われています。テイスティンググラス入門としてはねもってこいのグラスでもあります。いかがだったでしょうか。相当長かったですよね。ここまでご覧になった方お疲れ様でした。このチャンネルは結構普段飲みするようなウイスキーの情報が多いチャンネルなので全くね参考にならなかったと思いますが、劇中に出てきた
ボトルたちはどんなウイスキーなんだろうってね気になっていた方多かったと思いますし、意外とね調べても詳細が出てこなかったり、あとは細かい違いがね自分で判別できなかったりしますから、もやもやされてた方はすっきりしたと思います。普通に考えるとねほとんどが飲む機会がないかもしれないんですけど、実際こうやって今回ボトルを用意したお二人みたいにね、ボトルをお持ちの方がまだまだいらっしゃると思いますので、何かの表紙にねバーなんかで飲む機会があるかもしれません。最近はねウイスキーフェスでバーが出店しているブースにそのバーが、持っている希少なウイスキーを格安で出してるなんていう場合もあるので、そういう場所でも昔のウイスキーを味わうことができます。バーもですね仲良くなってくると裏からこっそりね秘蔵のボトルを、ちょっとだけ格安で飲ませてくれたりとかもねもしかしたらあるかもしれません。何にせよね古くて人気のあるボトルっていうのはちょっと個人で買うには現実的じゃない時代でもあります。なので興味がある方はぜひねウイスキーのあるバーやフェスにね足を運んでみてください。そして地面師たちまだね見てない方はこの動画を参考にしていただけると、ウイスキー好きの観点からもより楽しめると思います。気になる方はね、地面師たちとさらに最近の、話題だったら極悪女王とかね1ヶ月だけ契約してみるんでもね十分元取れると思いますので、ぜひねご覧になってみてください。それではチャンネル登録、Twitter フォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。